にちは、ゆきみんです。はい、タイトルの通りなんですけども、今頃日本にいるはずでした。最近は本当にいろんなことがありますので、もう仕方ないことなんですけども、視聴者の皆さんから結構ね、もういつ日本に帰ってくるんですかって、ポーランド行ってから全然帰ってきてないですよねっていう風に言っていただいてたんですけども、そうなんですよ。私ポーランドに来たのが2019年の夏7月だったので、そっからね考えるともう結構時間が経ったんですよね。もう2年と半分ぐらい経ってしまっていて、当初私2年計画ではもちろんなかったです。こんな長いこといると思ってなくって、1年ぐらいここに滞在しながら、いろんな国を回ってとかそんな感じで考えてたので、まさか自分がポーランドにこんなに長いこと居座ることになるとは全然思ってなかったんですよ。ポーランドっていうことだけじゃなくて、その日本にねこんなに長い間帰らないっていう状態は全然考えてなかったです。自分の理想の生活っていうのが海外に出ていろいろ経験するのが好きなので、海外っていうのは外せないポイントではあったんですけど、でも海外に行ったり日本に帰ったりみたいな自由に場所を変えながら、仕事したりとかいろんな人と関わったりっていうのを自分の理想の人生としているので、なのでこんなことになるとはあまり思ってなかったですね。なんでこんな長いことここにおることにしたのかっていうのは、やっぱね多少なりともコロナっていうのが関係していて、コロナのことがねバーって出てきた時期っていうのが、私がまだここに来てね1年経ってなかった時期にそういう話がね多分出始めたんだと思いますね。そうややこしくなったじゃないですか、世の中が。でわざわざ今こんなややこしい時期に移動することないよなって思ったんですよ。別にここにいてもいろんな経験ができるし、言っちゃえばそのね日本じゃない場所でこのコロナ禍っていうのを経験できるっていうことも見方によっちゃそういう感じなので、だからそんな今急いでわざわざ日本に帰らんでも、もうちょっと落ち着いてから帰ればいいかっていうのを考えながらずるずるここまで来たっていう感じなんですよ。でもね考えてみれば、私ねもう2回かな、2年にわたって、いや3回か、もう年末年始をね家族と過ごしてないんですよね。ポーランドに来てからもう2回分クリスマスだったり年末年始を家族と過ごしてないし、で実はねそのポーランドに来る前の1年前の年末年始も日本にいなかった。その時にミャンマーで年越しを過ごしていたので、とにかく眩しすぎてただでさえ細い目がなくなりそうなのでね、言ったら3年分家族と年末年始を過ごしてないっていうことなんですよ。でそれはちょっとなって、私も日本の年末年始のゆっくり過ごす感じがすごい好きなので、だから今年こそ帰ろうと思ってたんですよ。で帰ろうと思って飛行機のチケットを取ったのが10月ぐらいに取ってたんですよね。10月ぐらいに飛行機のチケットを取って、そっから今までチケットをもうね7回8回ぐらい変更してます。1回目はねしゃあないっていうか、自分の判断ミスって感じなんですけど、11月のね自分の誕生日の前に帰ろうと思ってたんですよね。自分の誕生日が11月末なので、それまでに帰ろうと思って11月の中旬ぐらいに予約してたんですけど、その時ちょうどね日本の政府がその緩和するっていう話をしだしたんですよ。留学生だったりとか一部ビジネス渡航する方の、隔離期間ですよね。隔離期間を緩和するっていう話が出てきて、あれ実質ね緩和って言ったかって、条件すごい厳しかったりとかいろいろ面倒くさい手続きが必要だったりとかして、そこまで緩和と言えるかって言ったらちょっと怪しいあれではあるんですけど、でも一応緩和っていう言葉が出てきたので、私はじゃあもうちょっと待てば12月ぐらいになればもうちょっとこの緩和がもっと緩くなってるかもしれないって、その時ね思ったんですよ。これが全ての間違いだったんですけどそう思ってちょっと期待して1ヶ月ね遅らせることにしたんですよね。それで12月にチケットを取ってもうね準備してました。本当に全部準備して、私だからねここ今部屋隣に棚があるんですけど、たくさんお土産が入っていたり、もういろんなね準備をして、隔離の準備とかもしてですね、
そうそう、もうあれね自費で払わないといけないので、ホテル代とかもすごい高いんですけど、2週間分予約してすごい準備してたんですけど、出発する3日前とかに今度はオミクロンの話が出てきて、ポーランドはそんなに実は騒いではないんですけど、私にこう入ってくる情報としてはやっぱネットとか見てると水際対策めっちゃやりますみたいなこと言ってたりとかして、別にそれがあったからといって私は日本人として今日本に帰ることはできるんですよ。できるんですけど、ちょっと親とね話してた時に今わざわざ帰らんでよくないって言われて、そうまたこのフレーズなんですよ。今わざわざせんでよくないっていうやつね。あたふたみんなややこしいことになってる時にわざわざ帰らんでいいんちゃうって言われて、そうだなみたいな感じで思って今っていう感じです。確かにそうなんですよね。コロナになって以降やっぱり日本に帰るっていうことがものすごい大変だし、ものすごいお金がかかることになってしまっていて、だからいずれにしろね、どのタイミングで帰るにしろやっぱり海外から日本に入るということ自体が今すごい大変なんですけど、それでもちょっと前まではそのオミクロンの話が出る前までは、とりあえずこう入ってから検査をして、その後は2週間ホテルに隔離してとか、実家で隔離してみたいな話でなんとか住んでたのが、今はそのルールが日々変更していて、私もこうついていけないというか、言ったらその帰るその当日とか、もしくはその飛行機の中とかでルールが変わる可能性とかがあるっていう風に考えると、確かに今わざわざ帰らんでいいかっていう風になって今ここにいるという感じなんですよ。そうなんですよね。だからここにねアドベントカレンダーがあるんですけど、アドベントカレンダーをちまちま毎日開けてチョコレートを食べながら、1日1個のチョコレートでは私は無理なので、アドベントカレンダー1個開けてチョコ1個食べて、でまた他でチョコレートは補充してるんですけども、でもそのアドベントカレンダーをね1個ずつ開けながら、今頃日本にいるはずだったのになというような冬を今年はポーランドで過ごしているという感じです。お土産とかめっちゃ買って万全の準備をして、あとは出発するだけみたいな感じだったんですけど、皆さんどうですか？最近元気に過ごされてますか？本当に世の中今すごい大変ですからね。どの国もどの人たちもこう満足して過ごしている人っていうのはなかなかいないんじゃないかなっていうのを思うんですけど、私的にはそのコロナになってからもちろんね外に出てやっぱりポーランドの人たちって思ったりとか、日本だったらこんなことないのになきっとって思うことがあったりとか、そういう日々のイライラがあったりとかはするんですけど、ありがたいことに自分の仕事とかね、そういう面では大打撃を受けたっていうわけではないんですけど、今回初めて自由が制限されるじゃないけど、いざ帰るってなるとこんな面倒くさいことになるんだっていうのを結構実感したかなっていうふうに思います。そうでね、今回私すごい学んだのが、やっぱ1回目帰ろうと思った時に帰ればよかったっていうことなんですよ。もうそれはね、私本当にミスったなって思ったんですけど、世の中のあらゆる問題って大体はいい方向に向かっていくっていう風にみんな思いがちだと思うんですよね。みんなが頑張って例えばマスクしたりとかいろんな対策したりとかね、気遣い合ってなんとかやればこの状態が良くなっていくっていう風に一般的には思うと思うんですけど、でもやっぱこうじゃないなっていうのをすごい学びました。こうじゃなくてこうなったりこうなったりこうなったりする時があるから、だから比較的こうなってる時に日本帰りたいなら帰るべきだし、動きたいなら動くべきというか、この先もうちょっと待ったら良くなるかもしれんみたいな、そんな甘えたこと言っとったらあかんなっていうのはめちゃくちゃ今回ね痛感しました。いずれ良くなるみたいな感じでタイミング見計らうというよりかは、動ける時に動いた方がいいのかなっていうのはすごく思ってます。いつ帰るかっていう問題は一応チケッ
トをね日付変えて何回も撮り直してるんですけど、それも状況次第ですよね。私も日本にいる親だったりとか友人とかに話を聞いて、今って帰っていいタイミングなんかなどうかなみたいなことをこう探りつつ、いつかね今日本にいますっていう動画が出せたらいいんですけど、まあそれもこの状況がどうなるか次第ですかね。皆さんももう体調には本当に気をつけて、冬になってくるとねいろいろ体調というのかその精神面というかメンタル面でも結構ね冬って落ち込みやすくなったりする時期だと思うんですけど、心身ともに健康で皆さんお過ごしください。ではでは、ゆきみんでした。バイバイ。